こんにちは。また会えて嬉しいです。私のコメントの返事をまたみんな聞いてくださいね。はい。また長くなるかもしれないんだけど、頑張ります。はい。50代半ばの私は自己肯定感を徹底的に排除された環境で育ったことで、40代に入った頃からその後後遺症によるダメージに苦しんできました。今世はこれが私の人生かなと思って受け入れてきましたが、65歳で花開くビジョンは私には持ち合わせていませんでした。まだ種まきの時期だと分かり嬉しくなりました。私の夫も私より迷わずお母さんを選ぶ人です。それでいいんです。所詮夫は他人です。夫の稼ぎに頼らず自立したいと思えるようになりました。それ大事。ごめんね。本当にね、自立が大事。私本当にもうあなたと同じようにね、夫はもうお母さんだけどね、もうみんなこれ話すると変だけどね、うちの前の夫ね、お母さん96まで生きたのかな。本当によく見たと思いますよ。偉いなと思いました。あの時私が出てなかった、私が面倒見てたんだけど、私はほらもう出たからあれだけど、それはね本当にね偉いと思う。だけどやっぱりなんていうのかな、お母さんがあんまり息子を大事にしすぎると、やっぱり奥さん本当に大変なのも経験してるからわかるじゃない。でなんていうのかな、だけど私はほらおかげさまで自立してたから、家を出ることもできたし、出た後も生活に困らなかったし、食べていくことも働くことも大好きだったし、今があるわけじゃない。だからね、とりあえずね自立しようよ。今からでも遅くない。そして働こうよ。そして働いてもうね、頑張れば、いい種まいていけば、絶対に人生の後半はいい種まきもまいてるから、でも絶対に悪い種なんかまいてないから、私本当にそう思う。だってずっと苦労している、今も頑張ってるわけでしょ。もう私だってそうだったもん。何なんだろうこの人生って思う時期はもうずっと続いたからね。でも結局ずっと続いた種まきが良かったから今があるわけじゃん。でしょ。だから種まきの最後の刈り取りなんていうのは、人をけなしたり人をいじめたり人に悪口を言ったり、もうそういうマイナス思考の言葉を言わない人だけは絶対に大丈夫だから。私は言ったことなかった、言われ続けてたから言えなかったっていうのもあるけどね。とかね、自分があんまり言われすぎちゃったから他の人をねなんか言えないの。自分がかわいそうすぎちゃって、で自分があんまりもかわいそうだったから人にそんなこと言ったら人がまたかわいそうになっちゃうじゃない。だから私も小さい時親が厳しかったから、やっぱり小さい時ね本当に頭とかお腹は叩かれなかったけど手とか足とか叩かれたって言ったじゃない。だから私自分の子供たち叩くの嫌だったから一回も叩かなかった。で1回だけ娘の足を叩いたっていう、この間 YouTube にも言ったけど、息子をね本当に言うこと聞かない時、もう叩きたかった時、もう息子に向かってねみかん投げつけたの、壁に息子にじゃなくて息子の顔に当たらないようにこっち側からみかんをねバーンってぶつけました。これが初めてだった、本当に。でね、だから自分がやられたことがすっごく切ない思いをしたので、人に嫌なことを言ったりとかことができなかった。だからそのためにもずっとこう60過ぎまでずっと我慢して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 、言われても言われてもへっちゃらへっちゃらと思っていた種が今うわーんって花開いてる気がするよ。絶対大丈夫。いいね、いい種絶対まいてるから、絶対に人生の後半幸せになる。もう今からも自分の体も心も鍛えてね、ネガティブな感情は捨てて前向きな感情でポジティブに朝起きたらもうおはようっていいの。それでまだ一人でバカだと思われてもいいの。私もいつもバカだからいい。もうね本当にね、みんなバカだと思う。私だからなんで一人でたまに言いたいか知ってる？このねバカみたいなところ自分誰かいたらバカだと思われるから、今度結婚する旦那にこんなこと見せてみな。お前本当にバカだったんだって笑われそうなぐらいすごいから。一人でいる時もすごいの。朝起きててもうすごいの、もう元気で一人で、もうべイちゃんなんて大変一人で騒いでるから。私朝だよ。それも掃除しながらもうすごいの。もうおトイレのおかみ様ありがとうみたいな感じで磨くしね、もうすごいの。朝毎朝それやってるからね、もうとりあえず大丈夫。もういい種まいてるからいい人生大丈夫だよ。私頼り楽しみにしてるね。頑張ろうね一緒に。はい。
誕生日が同じの10月31日の58歳です。魔女だね。60代へあやかりたくよろしくお願いいたします。で、私先生みたいな人好き。ありがとう。一緒にいたら明るくなるパワーある方ですね。うんこの方私も好きです。しかも先生、その行為なしの妊娠はまさにスピの方がよく言っている宇宙人とのハイブリッドですね。ですよね。すごい。はじめまして。私も臨死体験しました。生かされているこの言葉ですかね。4年前、今81歳です。朝ベッドに死んだ兄が私の名前を呼び、目が覚め、久しぶり兄さんと言ったらスーッと消えました。寝ようかなとベッドの片隅に母とおばちゃんが私の名前を呼んで、こっちと言うけど暗くて怖い。また寝ましたが、朝食事が終わり2階に上がったら背中が痛み始め、救急車、大動脈解離で入院、薬だけで助かり、今おかげさまで元気です。不思議なことがあります。守ってくれてるのかしらね。多分ご主人さんが守ってくれてるのかもしれないね。と思うよ。もうでも81だから、あと10年か20年経ったら、あの世にいた時にご主人さんに会うためにね、会った時にね、感謝してあげたらしたらいいと思うよ。ただご主人さんもしかしたらもう生まれ変わってるかもしれないけどね、どうなんだろうね、分かんない。理念転生早かったりするから。だけどやっぱりお前年取ったなっては言われるとは思うかもしれないね。もう100で死ねばね。でもそういう臨死体験とかいろんなこと経験してる人はいっぱいいると思うのでね。でも本当に生かされてまだ命はこれからもっと楽しいことがいっぱいあると思うので、本当に私ね、お年寄り大好きなんですよ。本当に年を取った方大好きなんですよ。学びあるから教えてもらうこともあるので、一緒にねこういうこともYouTube 見るくらいだからすごい方だと思うのでね。81にしてでしょ。私これ YouTube 自分で始めなかったら YouTube 見たかったの。 YouTube 知らなかったもんマジで。いや本当に見たことなかった。もう見てる暇もないの。以前も NHK しか見なかった。本当にもうそんなつまらない人生を送ってたのに突然こんなことが起きてね。これもね生かされてる意味があるんだなと思う。だからいろんな人たちのこのコメントとか聞くとね、いやだ私のこんなくだらないコメントがなんでこんなに勇気もらえるのかしらと思うとね、私もちょっとねはてなマークなのよ。本当にありがとうね。長生きしてね。はい、では魔女先生、初めてのコメント失礼いたします。良きお話をありがとうございました。斉藤ひとりさんの動画配信は前々から拝見させていただいております。雨の皆神主様、天国言葉素敵だなと思います。さっぱりした前向きな生き方をされている先生を見習いたいです。これからよろしくお願いします。お願いします。魔女先生、偶然目に留まりお話を聞いて、今の最悪な気持ちから少し脱出できたように思いました。今悩んでいます。離婚してすぐに起業して、それなりに順調で大変忙しく、15年目になります。素晴らしい。ただこの何年か前から非常に厳しい状態で、どのように立て直したらよいか分かりません。今63歳です。3年前素晴らしい人と結婚しました。幸せを感じていたら、また今度は仕事がうまくいかなくなって、神様が試練を与えてくれているのか、どうなのか分かりません。仕事を辞めて一日家に家事だけしている勇気もありません。どうしたらよいのか悩んでおります。多分なんていうのかな、すごい15年でしょ。やっぱりちょうど端境期に来てるんだと思う。私の会社もいろんなことありましたから、そのこと分かるよ。ただね、逃げちゃダメって言いたい。そのままできるから乗り越えて。でね、会社がうまくいかない原因は何かあるのよ。時代だったりいろんなことがあるんだけど、この間も言ったと思うんだけど、ひとりちゃんも言ってるけどね、3歩よし4歩よしってあるじゃない。人がいい、自分もいい、会社も儲かる、神様も喜ぶ。これじゃないかな。何か少しずつでもみんなが喜んでくれる。それに対して利益が上がる。それに対してお金も入る。そしてみんなも喜ぶっていうふうなことをもう一回
原点に戻ってやったらいいんじゃないかなっていう気はするよ。であなたね、ここで私思うけど、私もそういう時はあるけど、もう絶対仕事辞めようと思わないの。辞める時はもう本当にもうそうだな、私がいなくてもいいぐらいになった時だったら辞めてもいいけど、私の会社、私がいなくなったらすぐダメになっちゃうぐらいの会社なのでね。だけどなんていうのかな、あなたの場合は多分今試されてる、今試練の時期だと思います。でここで主婦やったら絶対後悔するよ。旦那を頼って自分の会社辞めたら絶対後悔する。だから後悔しない生き方をするなら今これを乗り越えるべきだと私は思っている。辛いかもしれない、いろんなことあるかもしれないけど、それはもうご主人さんと話し合いながら、だからほら企業だからね、何かあった時にはもう旦那も巻き込むかもしれないし、経済的に巻き込むかもしれないじゃない。だけどちゃんと2人で話し合ってどういうふうにすべきかはやりながら、旦那さんとよく話し合いながら自分の道を決めた方がいいと思う。ただやっぱりいつも言うように、自分の人生を選ぶときに楽な方を選んだら絶対に後で後悔する。これはね、絶対私が言える。だから楽な方を選ばずに、ごめん、苦しい方を選んで、そして会社を立て直すために努力してみて、で今まで良かった何十年を思い出すと、なんか何がどういう仕事をしてるのか私もわからないけど、もう一回原点に立ち止まってよく考えて行動して、私ね、いつもね、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって考えて行動をしていることは確かだけど、まず自分が動くことでね、本当にね、辛い時こそね、体を動かすとね、いい考えポッと浮くよ。でね、辛い時こそ体を動かして前向きになると、なんか突然ね、ポッと湧いたことがね、すごいラッキーなことだったり、会社にためになることだったりするからね。だってもうね、私会社立ち上げてね、9年目でこれ10年目になるんだけど、1ヶ月にもう自分のお給料なしで100万足りない時あったからね。なのにその100万足りないのがなんだか知らないけどね、100万浮くようになっていくんだよね。もう忘れちゃったんで、なんで100万あの時浮いて今会社立ち直ってんだろうと思うのよ。でも何も考えてなかったからかな、何にも考えないでひたすら働いた。で何にも考えないでひたすら働いたら、知らないうちにその100万が浮くようになって、知らないうちに利用者さんも増えて、知らないうちに利益がたまるようになった。だけどやっぱりコロナだったりいろんなことがあるわけじゃない。それで一旦ダメになった時もあるよ。今だってちょっとコロナの時でもあったから、やっぱり患者減ったりした時があったから、お金借りたりした時もあったよ。でもそれは払うのが70歳の時みたいよ。私70からローン払いみたいよ。なんか企業のなんかだよね、きっとね。だけど別に辞めるつもりもないから、頑張っていけばいいやぐらいの話だけど、とりあえずね、とりあえず頑張れ、前向きな姿勢でやろうよ。そしたら乗り越えられると思うよ、あなただったら。今ね、試されてると私は思う。だから頑張って、とりあえず夫婦で話し合ってどういう道を選ぶか。でもね、これやめてね、あなたがね死後を選んだらね、絶対にもったいない気がする。ちょっと頑張ってみませんか。私のそれが答えです。はい。撮り鉄頑張ってます、奥さん。頑張ってね、やり続けたら単純だけど絶対にうまくいく。これはね、私自身がそう思ってるから。だからいろんなことあっても自分自身のなんていうかな、考えを変えない、考えないで突き進む。ただその考えが間違ってる時は他のところに行っちゃうから、それはすぐ考え直そうね。だけど人に迷惑かけたりそんなことじゃなかったら絶対にうまくいくと、私も今もずっと思い続けて、同じことの繰り返しを何十年もやってます。だから考えること変えないの、全く変えない。だから本当に前にも言ったけどね、久しぶりにできた彼が先生いつも同じこと言ってるよなって言うけど、 YouTube でも同じことずっと言うと思うよ。だってそれしかないからね、私には。だから皆さんがいろんなコメントをくれていろんなこと言っても考え変わらないから、いつも同じなの。もうみんなが幸せになること、みんながこの YouTube を聞いて元気になりました、ありがとうっていうことを私は発信したいと思ってるから、それでいいんじゃないかなと思ってる。だからうまくやりたいとかね、全然思ってない、全く。だからもう本当バカなこと言うと思うけど、うまくやりたいとかうまく YouTube を流したいなんて全然思ってないのよ。とりあえずここに座ったら話し始めるみたいな感じだからね、何も考えてないのよ。ただね、根本にあるものが
みんなが楽しんでくれて、みんなが元気になってくれて、前向きになってくれて、一緒に頑張ろうよって言ってくれる人がこんなに多いことに本当に感動してるからね。私こんな私のとてつもないこのわけわかんない人生がね、みんなが変わってるっていう人生が、私のこの人生みんな好きなんだと思うとね、ちょっとね、あっけに取られてることは確かだよ。私今の生き方でいいんだって本当に自信持つからね。だからもっと自信持っちゃうからどうしようとは思う時もあるよ。頑張ろうね、一緒に頑張ろうね。はい、ありがとう。理解できない子って書いて動画ですかね。理解できない、いいんじゃない。それで理解してもらうと思って、なんか別にだって理解できないんだからしょうがないじゃん。だから理解できるまで見ることもまた一つだと思うけど、つまんないんだったら理解しなくてもいいと思うよ。でも理解しないけど見てくれたんでしょ。でもそれってすごくない？理解しないのに見てくれるっていうことは、何か理解したいと思うから見てくれる反対だったりするんだよね、これが。そうなのよ。だからね、その理解できないことって大事だと思うの。理解できないんだよ、今のあなたの状況だと。でもこれがなんかいろんなことがあった時に理解できる時が来るかもしれない。そしたらそれでいいんだと思う。今理解できなくてもこの動画を見てね、そのうちなんとなくなんかわけわかんないけど理解できるようになった時期が来たら、またコメントちょうだいね。待ってるね。はい、いいと思うよ、それで。はい、ありがとう。大変貴重な奥深いお話をありがとうございます。そして本当に65歳なのと思わせるみずみずしい若さの秘訣をぜひ教えてください。まずほら、水飲もうって言ってるじゃない。でね、本当にあるの、実を言うと。でもこれを世の中に出していいものなのかどうなのかっていうのは本当は心配はしている。あります。究極にあります。これの若さはそれです。もうこれはね、もう完璧だと思います。ただね、あんまり世の中に出回っていないのも事実なので、どうやってこれを YouTube に出して広げていこうかとは思っています。だからまたそれはね、皆さんに話していきたいなって思っているのでね、本当に申し訳ありません。1958年生まれ、10月の31日65歳でございます。間違いませんよ。保険証見せてあげてもいいけどさ、本当免許証見せて、までもこの間免許証今までゴールドだったのにね、駐車違反じゃなくてね、一時停止違反をしてね、今ねブルーになっちゃってるの。今度ねゴールドになったらちょっと見せてあげてもいいかね。本当にもう悲しいわって。間違いないよ。大丈夫。65お願いします。はい、素敵ですね。美しいし強い。ありがとうございます。心にしみるとても貴重なお話ありがとうございます。そのお洋服とても素敵ですね。素晴らしい。60歳過ぎてどうしたなどとちょっとネガティブでしたが、心が動くようにウキウキしますね。ありがとうございます。魔女先生素敵。マリです。涙が出ました。マリさんいっぱいくれるね。ありがとう。先生にお会いしたいです。会おうね。みんな元気で飛び立ったツバメちゃんよかったですね。本当によかった。おはようございます。体験のお話ありがとうございます。私も不思議な体験をしたので、信じて聞かせていただいています。ありがとうございます。夜中の12時の洗濯で義母のパンツは投げたくなるわ。そうお洋服ね、みんなさ素敵だって言ってくれるじゃない。これね、もう本当にね、10年とかね、この間ほら YouTube で背中見せたラルフローレンのあれでしょ、あれね、ごめんね、多分30年ぐらい前のあれ30年前に買った服を今も着てるので、なんかね、ずーっと古い服いっぱい持っててなんだか似合っちゃうんだよねみたいなのわかる。でね、サイズはね、ごめんね、ほら妊娠してる時85歳まで太ったって言ったでしょ。あの時も本当にね、着るものがなかった。ブラジャーがなかったもんだって、着れなくて。でパンツもゴムのパンツだよ、聞いて。でゴムのゴムしかないもんだって、こんな服だからみんな取っといたの。
結婚した時にする時に着てた服とか。だから結婚前はこんな感じだから本当に。だけどもう妊娠してね、85キロまで太ったらさ、ゴムのものしか無理なわけじゃない。もうさ、何もおしゃれなんて無理だったわ。でだから前旦那にね、もうそばに言わないでって言われた時もあったぐらいだったの。そのぐらいすごかったのよ本当に。でも今こんなになってるじゃない。そうするとなんかほら今はさ、着ない服をさ捨てろって言うじゃない。私ね、いつかこれ着てやるからと思ってずっと撮ってたの。そしたら着れるようになっちゃったんだよね。で今もう娘とねサイズ一緒だからさ、娘がアメリカからいろんな服を私にもう着ない服だからって持ってきてくれるの。それをね着てるの。これもみんな娘が持ってきた服なの。そうだから娘持ってきた服をサイズ一緒だから着てるんだけどね、人生何が起こるか分かんないから捨てない方がいいかもしれない。でね、お気に入りの服があったら絶対これがいつかになったら着れると思って取っといた方がいいような気がするよ私。本当服本当30年前に買った服だからね。でもう85キロまで太って私はもう二度と痩せないんじゃないかと思った時期もあった。でもね、そんなことはない。人生本当に最後まで何が起こるか分かんないんだって。みんな嘘じゃないんだって。これね本当に言いたいよ。最後何が起こるか分かんないからね、洋服も取っておこう。いろんなもの取っておこう。あんなね断捨離しなくてもいいと思う。もう本当に断捨なきゃしなきゃのもう普段のほらニットの服とかさ、仕事の服とかそんなのは捨ててもいいよ。穴開いたとかさ。だけどほらこう記憶に残るものとか、これ高かったのよねってあるじゃん。あんなのみんな取っておこうよ、もったいないからね。そしたらまた着れたら嫌だ、また着れるじゃんって思う人間作りしようよ。これ大事だと思います。よろしく。またベラベラ喋ってごめんね。はい。もうなんだかいろいろなことが辛くて、ふっとこの世から離れたいと感じている反面、若くても死ななければならなかった若い世代の人たちのことを考えると、この命は生かされていることに気づきます。昨日私の大天使は誰かなとふと思って見た動画で、私の守護天使は大天使ガブリエルだと知りました。その時大天使ガブリエルにどうか私を助けてくださいとお願いした後、こちらの魔女先生と出会うことができました。そうなの？これは偶然ではないと感じています。本当に過去動画を全て見終わりコメントいたしました。これからもお忙しいと思いますが、配信どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では巡り合わせてくれたのかもしれないの。本当にすごいね。なんかわけわかんないけどすごいなと思う。じゃあもう本当に元気になるために頑張ろう。生きてりゃなんとかなるんだって。マジで本当に人生本当にね、生きてりゃなんとかなるんだって。でどうせね死ぬんだから、みんな生まれたら死ぬって決まってんの。永遠ね生きてるなんて辛くない？で私もだからね、神様にね、もうじゃあお前若くしてやるからいくつになりたいかって言われてもね、いいですって断るもんだって。だって生きてるって試練の連続だよ。でじゃあ今のまんまでね、この試練を乗り越えた状況で、例えばさ30とかさ40まで元気で戻してくれるよって言ってもさ、これからの時代どう思う？どんな試練待ってると思う？ AI はすごいわさ。 AI に使われるようなものになっちゃうかもしれないじゃん。どんな時代が来るか分かんないから、今私これでいいのって神様に私はこれで結構ですって言うわ。本当に若くなりたくないんだよね、実を言うと。今自分が一番大好きだから。今自分大好きだから別に若くしてくれなくてもいいし、いろんな試練乗り越えてきたから今があるから、全然今大事なのだからね。生きてれば絶対になんとかある。私だって死にたいなと思ったことあるよ。でも知らなくてよかったなと思うし、それは前向きに生きてきた今があるからじゃない。だから頑張ろうね、一緒にね。だからだって私を引き寄せてくれたんでしょ、神様が。だったとしたら神様が私のこんなね、本当ごめんね、こんな YouTube なのにこんな YouTube でいいんだよって神様が言ってくれたとしたらすごいなと思うので、よろしくお願いします。これからもお願いね。一緒に頑張ろうね。そうですね、学びは年齢関係ないですね。私も69歳で本当の学びの意味が分かりました。今日もありがとうございます。どういたしまして。 YouTube を開いたら突然魔女先生が現れました。すごいね。お話を聞いていると長野の方かなと思い、また65歳という年齢も一緒でお話に引き込まれました。つながれたことに感謝です。ありがとう。
こんにちは。いつもためになるお話に感謝です。ご自愛くださいありがね。とうございます。せっかく人に生まれたのにもかかわらず、うんいじめを好むとか、それを実際に実行してしまう人たちの気持ちは到底理解しがたいところですが、ただ最近になって思い当たることは、人の心の中にある何らかの恐れがそれを引き寄せたり、誘発しているような気がします。その通りです。またいじめを好む人たちはこの世界では人に嫌われるという裏方的な役割を担っているような気がします。意外と無意識の世界から見たら重要な役割や使命を担っているのかもしれません。感謝できる心境にまで消化できたらそれはとても素晴らしいことですね。その通りなの。だからね、今ほらよくいじめをなくそうとかって言うけど、いやいじめがないといじめ乗り越えられないから。世の中の人間みんないい人になっちゃったらだって乗り越えられないもん何もないじゃん。だからいろんなことがあっていいのよ、人生で。いじめてくれる人もう本当にかわいそうだけど、どうなんだろうね。いじめてくれる人、私感謝するじゃん。今いじめてくれてありがとう、だからこんなに元気に強くなれましたってなれるわけじゃない。だけどいじめてる人はじゃあ大きくなっていじめっぱなしでどうなるのかなっていうのは思うよ、私も。だけど受ける側はさ、それを乗り越えているわけだから、またいじめを受けてる人に教えてあげることもできるわけじゃない。これ学びの世界だからね。だから学べば学ぶほどよその人に教えてあげる、自分だけじゃないじゃない。だから私もこうやって YouTube でこんな時代が来たからこそこれ話せるわけじゃない。一昔前だったらこんな YouTube なければ私の周りだけで終わるわけじゃない。それも宗教団体でって言われて終わるんだよ、本当にね。壺も売らないのに、わかる？だからそういうこと。だから学べば学ぶほど人に与えるものも多くなるってこと、人に教えられるってことも多くなるってことだから、学ばせてくれる人に感謝で、学びを乗り越えていく自分にも感謝。だから全て感謝なんですよね。だからいじめてくれる人にも感謝、それを学ばしてもらって大きくなる自分にも感謝。ありがたいありがたいって思っていれば全てのことが感謝に変わります。だからいろんなこと、これからまだね、死ぬまでいろんなことあると思うよ。私もあると思うもん。どうやって乗り越えていくんだろうと思うけど、まず健康であること、そして今までのいろんな苦労と思わず、自分のなんていうのかな、学びに変えてね、みんなに教えてあげることによって私の今の生きてる意味があるのかなと思っているので、一緒にみんなで頑張っていきたいなと思ってるよ。ありがとうね。おすすめに出てきて初めて拝見しました。そう、ありがとう。なんか魔女先生大好きになりました。本当ありがとうね。これからも楽しみにしてます。いつかお会いできたら嬉しいです。本当にね、私も会いたい。みんなと会いたいんだよ、本当に。どっかでね、みんなに会える機会があったら、みんなと一緒にいろんな話をしたり、みんなとワクワクドキドキしながらいろんな話をしたいなと思ってますよ。もうこんなね YouTube でもね、すごいね、世の中すごくなったね。 YouTube でこんなに話ができてね、私のこんな人生なのにみんなが感動してくれるなんて私夢にも思ってなかったからね、ありがたいなって思って、本当に毎日ね。だからもうなんかね、もっとね、もうキラキラになってる気がするよ。みんなのおかげです。ありがとう。あと10年で先生の年齢なので頑張ります。はい、お母さんが素晴らしかったですね。素晴らしい。私もアメリカに25年います。お子さんもアメリカなんですね。同じ方ですね。アメリカに住んでまして、旦那は黒人で、私は3人黒人のミックスベイビーがいます。孫も3人います。かわいいね。黒人が聞いたら傷つく言葉だと思います。黒人からいじめられたりになりますね。個性を大事にと言いながら何か変っていうコメントがありましたね。赤ちゃんを産んだ時のエピソード。そうだね。ごめんね。それはね、娘からもね、電話が来てね、怒られました。ただね、ごめんね、あの時の感情は本当にあのままを言っただけなんです。だから別に差別とか偏見とかそういうものじゃなくて、自分が本当におかしかった、あの時におかしかったことをそのまま伝えただけなんです。だから私全然もうそんな偏見とか人種差別とか何にも考えてない人なので、
あの時の心をそのまま本当に素直に伝えただけなの。自分がおかしかったから。だから言ってるよね、私がおかしかったので、それは後で理解できるの。だから自分がおかしかったからこそ、今いろんな患者さんを来ると、自分がおかしいと思えって言ってます。絶対にまず自分をおかしいって思うことによって、なんか病気が解き放されるってことを経験したのでね、そのことを話したかったの。だから別にその人種差別だとかそういうことを言ってるわけじゃなく、あの時の自分がおかしかった。だからああいうふうに見えたことをそのまま伝えただけなの。だから本当に申し訳ないと思ってる。だけど本当に嘘を言いたくなかったの。もうこんな人間だから。本当に思ったまま、その時に感じたことをそのまま YouTube で話してしまったの。そしたら娘からもやっぱりワンワン来ましたよ。だけどなんていうのかな、そうじゃないんだっていうことを私も伝えたい。そうじゃなくて、本当に自分があの時おかしかったを乗り越えて、自分の子供が今本当にね、今うちの長男もやっぱりサンフランシスコにいますからね、ああいうアメリカという国に2人ともいますからね、いろんなことがあることも分かってます。だからなんていうのかな、そういうつもりで言ったんじゃないってことだけは頭の中に入れといてね。お願いします。ありがとう。お話を聞かせていただきながら、目から鱗の感動を覚えました。ありがとう。今後の自分を前向きに進めたいと思います。ありがとうございました。本当にね。見た瞬間から素敵、私もこんな大人になりたいと直感で思って動画を拝見しました。もっともっといろんなお話を聞きたくなりました。楽しみが増えました。ありがとうございます。とんでもない。もうね、これね、こんな自分になるのはね、やっぱり変わってる考え方だったと思う。もう根本から変わってる。常識は非常識っていつも患者に言ってるからね。常識はないと思ってます。常識って何って思ってます。だから当てはまるところが何もない。だからみんなが常識だと思っていることを私はいつも非常識だと思っているので、その反面で反抗で生きてきている部分もあるの。だから今の私があるの。だから生き方は絶対に間違えてないと。みんなと一緒が嫌なの。とりあえずみんなと一緒にが何がいいのっていう感じなの。だから乳廃物好きだって言ったでしょ。だから肌出し大好き。なぜかというと、一番自分が見せたいところを堂々とさせたいから。だから磨くの。だから背中も磨くの。だからそういうこと。あと10年あるじゃない、私の年まで。あと10年経ったらまだ綺麗になれる。努力できる。だからいろんなことを学んで経験して、神様に試させられてもネガティブにならずポジティブに頑張って、前向きに頑張ってね、せっせ動いてると絶対に私になれると思うな。なんかね、もう10年経ったら私がいっぱいになったりして、いいね、私がいっぱいになったらね、私の代わりで YouTube に話してみんなに教えてあげてね。会いたいね。10年後。私75だけどピカピカしてるよ、多分。75でしょ。私75でも多分これ頑張ってると思うよ。なんかもう65になって、先生になりましたって言ったら、私は75だからまたあと10年頑張るかっていうかね、お願いします。64歳の男です。良いチャンネルを見つけました。本当にありがとう。死後の世界に興味があるので、ありがとうございました。じっとしていられない方が正常です。みんなが同じ方向を向いて1時間じっとしている方がおかしいですよね。そうですよね。娘さんの父親は誰かしら。話せません。不思議だけどとてもリアルなお話でした。本当に生かされている意味ってあるんですね。そうね、死後の世界は絶対にあるものをね、もうこの間も他の YouTube 見てたらね、ある方がね、地球っていう星はもう魂が体の中にあると足かせをされてるようなものと同じらしいです。なるほどなと思ったの。だからこっから出ちゃえばもう本当に自由じゃない。だからほら臨死体験した時に世に三途の川を行った時に帰れって言うから帰ってきたら、ほら急性アルコール中毒でその後すごい苦しんだってことを YouTube で言ったじゃない。だから肉体っていうのは常に苦しむためにあるようなもんなんじゃないかな。魂は肉体から出たら本当に軽々としてるし、言葉なんて喋んなくていいんだもん。だってどんどん頭から頭に勝手に入ってくるしね、何にもいらないんだもん。だってあんなに楽なもんないよね。だけど肉体に入ると
やっぱり重たいし体太ればさ見にくいし、その通りじゃんね。だからさその通りなんだと思うよ。臨死体験っていうのはあの世に行った時にはそんな感じなんだと思う。だけど地球っていうところは特に学び、経験し、食べるために働き、じゃあもし何かしたいならば努力をしなきゃいけないのがこの地球なんだよね。それも体の中に閉じ込められて頑張るんだよね。それで頑張った中でさ、体もさ心も変わってくるとさ、体も心も変わってくるんだよね。全て見た目が全てになってくるんだよ。だから私も85まで太ったこともあったって言ったでしょ。本当心も重たかったもん、体も全てね。それで赤ちゃん生まれてもいろんなことあって乗り越えていくわけじゃん。そこだと思う。で今みんな乗り越えてきたからね、体も心も軽くなって、なんかワクワクドキドキがずっと続くわけでしょ。だからね、ずーっと試練の続きでどっかで明るい人生が絶対いつも言うけど来るからね、頑張ればいいと思うよ。臨死体験ねしなくてもいいと思うよ。もし死んじゃったら困るから、もうとりあえずここにいる以上は頑張っていたらいいなと思いますよ。私も息子がお腹にいる時、毎日片頭痛が遺伝しないで遺伝しないでとお腹をさすってました。あと息子が3歳になる頃にお母さんのお腹にいた時何してたと聞いたら、中は真っ暗で手足をバタバタしてダンスしてたと言ってました。確かに私のお腹は動いて痛いぐらい息子は覚えていたみたいでしたよ。本当に覚えてるんだと思うよ。だから今お腹にいるお母さんがいたらね、かわいいかわいいって言ってね育ててあげてくださいね。でも生まれたら頑張るよ。とりあえず教育するよ。教育っていうか学ばせようよね。勉強じゃないからね、私の言ってる教育っていうのは学ばせる、いろんなことを教えることは大事だと思うよ。うちの母親すごい素敵だったからね、本当に綺麗な方でした。でもね、うちの母親の人生もこれから YouTube で話すけど、あんなに綺麗な人だったのに、うちの父親が死んだ87で死んだんだけどね、うちの父親が87で死んだ時に、死んでそうですね1週間も経たないうちにうちの父親にそっくりになっちゃったのにびっくりしました。突然もう認知が始まったんです、うちの母が。でそこからもうずっと亡くなる、94で亡くなったんですけどね、10年間本当に認知施設にもう6年ぐらい入った生活をしてました。でもね、本当にね、あんなに綺麗な母親がこういう風になっちゃうんだって思う人生もあるのでね、またそれも学びです、私。だから母から学んだことだと思ってます。母が私に見せてくれた人生です。こうならないようにしなさいよって教えてくれたんだと私は今も思ってます。だから母が私に身を変えてね、自分が認知になり施設に入りいろんな人生を歩んだのを私に見せたんだと、最後に私に見せたんだと思ってます。だから母親から学んだこと、最後に母親からもう見て、母親が私に見せてくれたことを私は本当に今これから頑張って母親に教えてくれたことを学ぼうと思ってます。だから母が認知だったけど、私お母さんのいつも手を握りながらね、本当にいつもね、ありがとうありがとうって、今はもう毎日も亡くなっちゃってからね、いつも感謝してるよって母の仏壇にね、仏壇は置いてないですけど、お位牌も置いてないけど、神様拝んだ後、自分の母と父に手を合わせてお線香を立ててお水もあげてます。はい。母が私に見せた人生すごいなと思います。うちの母親は本当にピカイチだと涙が出ちゃうぐらいすごい本当に感動してる。最後にあそこまで教えてくれた。自分があんなに綺麗な母親が認知になって施設に入って寝たきりになってコロナで会えない時間も過ごしましたからね。もう窓越しにしか会えない、もうこんなもう手も握れない。最後なんか本当にもう手を握りたかったけど手も握れない人生を最後に本当にね言ってしまいましたからね。今思うともう涙も出ます。でもあれは母親が私に見せた最後の姿だと、私に学ばせた姿だと思ってるので、私は母親にいつも感動していることを伝えるし、母親が見せてくれた姿を私は学びながらこれからの人生を過ごしたいなと思ってます。最後までキラキラでいて世に行きたいと思ってます。母親にありがとうって言ってます。ありがとう。なんか最後涙出ちゃったね。もうじゃあとりあえず今日はもうここであれしようかな。自分の親が自分の子供に見せる姿っていうのは学びですよ。
本当にいろんなお母さんいると思います。自分のお母さんがおばあちゃんになっていると思います。認知になっているお母さんももしかしたら見てらっしゃる方もいらっしゃると思います。認知の母親の方が絶対に認知のふりをしてるだけだと思ってください。ふりです。目が見えない人、いろんなおばあちゃんたちいるけど、みんなふりです。それに対してどういうふうにしてあなたたちが寄り添うかによってあると思いますよ。私は認知のおばあちゃん抱っこしたいぐらい大好きです。認知だって全然認知だなんて全然だってあなたたちの方が絶対に正常だからって私はいつも思ってます。うちの母にもそうでした。もうだからもうそんなもう認知の人にバカにするようなことも言ったこともないし、本当にこの人たちの言ってることは本当にすごいと思ってます。もう本当にすごいなっていうこともあるのでね、そういう認知のお母さんたちを見てる人たちもすごい立派なので、温かく優しく見守ってあげてくださいね。ありがとう。本当にね、もう最後ね、この涙に流すようなものをね、思い出すと涙が出ちゃうのでね、あれだけど感謝の心で親は、もう本当私の親は素晴らしかったのでね、それは伝えたい。ありがとう。もう今日も見てもらってありがとうね。また YouTube 見てくださいね。コメントお願いします。おやすみなさい。